はい、こんにちは。小豆島の漁師濱家です。今日はですね、なんと超巨大生物が取れました。その食材が、こちらヒラメです。普通のヒラメやんって思うじゃないですか。手を置くとこんなでかいんですよ。じゃあちょっと持ってみますね。持つとね、このサイズですよ。どうですか、このでかさ。じゃあまずこの捕獲シーンを見ていきましょう。はい、じゃあ次に昨日仕掛けたガラモの沖側やったやつ網食っていきます。最近ヒラメが全然取れんから、ヒラメがおったら嬉しいんですけどね。さあ網が上がってきました。魚はかかっているのでしょうか。こちらの網は目合いが 3.5 寸、タイならまあ1キロぐらいが1キロいかんぐらいが、よくかかるぐらいの目合いとなります。いやこれ何もおらんな、多分全然魚こんわ。売れるお魚ヒラメ1匹のみで、今めっちゃでっかいヒラメが来た。これ落とすわけにはいかんね。おでかっ。わあ、よいしょ。あー、やった、でかっここに入っとったな。大破れ作っとるけど全然かまんわ。全然ありがとう。よいしょ。うわー、でかっ。わわわわ、うわ、これはでかいでかっ4キロぐらいあるんちゃうかな。じゃあ生かします。うわ、どんなんやろ。ごっついでこれ。池も入るんかな。いけー、入った。ぬーんって感じ。いや、よかったよかった。ヒラメが1匹おっただけでもやる価値ありました。もう1匹ぐらい来てほしいけどね。まあ、あとはぼちぼちやっていきます。いかがだったでしょうか。もう網がほとんど破れた状態でなんとか上がってきたこの巨大ヒラメ。これをね、もう売ろうかなと思ったんですけど、めっちゃこれ取るし、ぜひね寝かして食べてみたいということで、今回早速締めて寝かしていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあ早速締めていきます。じゃあヒラメ返して、でまず脳天締めしていくんですけど、もうこことここの交わる点ですね、ここちょっと暴れるんで足で押さえて、で刺してクリクリと回します。よし、ほんで口がバッカーッと開いたらちゃんと閉まってます。うわ、すっごいパワーやよし、次ですね、このエラの中、エラのここの付け根、骨の下を切ります。エラの方もまあちょっと切ってあげて、でするとよけ血が出てきます。すごいね。で次尻尾の方ですね、ジャジャーっとして、で包丁のかかとで叩きます。これで OK で、この超巨大なヒラメを池間の中に入れて流水で血を抜いていきます。これねちょっとでかすぎるんで、後でホースで圧かけます。じゃないと多分血が抜けきらんと思います。である程度血が抜けたところで神経抜きしていきます。でこれ切った尻尾なんですけど、こっちが下側の血管の穴で、ここが神経の穴です。ほら、もう入れよったらもうビクンビクンね感じてますね、これで。これで入れて、よいしょ、神経抜いてパワー抜きます。よし、これで完璧です。はい、じゃあカゴの中に入れて、じゃあ家の方に持って帰ります。よいしょ。はい、じゃあちょっと重量を測ってみましょう。よいしょ。重量が5.9、まあ血抜く前考えたらだいたい6キロですね。はい、じゃあ次ホース血抜きやっていきます。あ、ホース血抜きじゃないな、まあホースで圧かけて血抜いていきます。ホース血抜きですね。ほんでホースから水を出して、でこのね切ったエラのこの中ですね入れて、で圧かけていく。だからケツの方見てください。ほらほら、血がいっぱい出て、かけすぎてもいかんっていうしな、ちょっと難しいので、そこら辺のさじ加減はちょっと分かりません、僕には。おー、で体がパンパンになってきた。あ、もういかん。体がパンパンになったら確か良かったと思う。では次内臓とエラ取っていきます。ヒラメってね、こんな前にお尻の穴あるんですよ。こんな前、もうここがエラ、ここ切ろうかな。でお腹ちょっと切って、でかー。でエラの付け根のとこ、ここを切ります。
これはもうパワーで取れるか。よー、取れた取れた。はい、綺麗な内臓とエラが取れました。でこれが綺麗なエラで、これが美味しそうな肝臓。これ僕のおかずにします。であとはこのお腹の中綺麗に洗って、入る袋があったら袋に入れて10日、目標10日、甘んじて1週間寝かしていきたいと思います。それじゃあ1週間後へぴょーん。これで OK。 はい、というわけで1週間経ちました。1週間大丈夫です。今からさばいて、もう1日脱水シートをして、もう1日寝かして1週間です。それじゃあ開封していきましょう。で開けて、で途中いっぺんね、水拭き取りました。出して、はい、じゃあこちらの結束バンド切って、それじゃあ開封していきましょう。ちょうど6日目ですね。非常にヌメヌメしてる。よいしょよいしょ。はい、こんな感じで、お腹の中はこんな感じでめちゃくちゃ綺麗なままですね。で匂いとかも全く臭くありません。じゃあ持って帰ります。はい、とりあえず帰ってきました。じゃあ6日寝かしのこの子、早速さばいていきたいと思います。それじゃあ始めましょう。レッツゴー。じゃあ軽く観察していきましょう。まずね、6日も経ってるのに顔は綺麗です。で手との比較がこんな感じとなります。どんだけでかいかがよくわかりますね。で6日経ってるんですが、もうこの中ね、めちゃくちゃ綺麗なままですね。まだまだ現役です。でヒラメはね、平たいからヒラメ、タイは平らだからタイ、ほとんど一緒じゃねえかという感じなんですが、もうこの子ね、よく超えてるのでとても平たいとは言い難いですね。では太めと名付けましょう。はい、それじゃあ釣りする人が気になっているであろう長さをメジャーで測っていきます。頭の先にメジャーを当ててビーッと伸ばして、はい、だいたいね、一番長いところで81センチですね。81センチ 5.8 キロのヒラメとなります。はい、じゃあこの大きいヒラメは当然すき引きをやっていきます。それじゃあせーの、バットゥ。はい、じゃあすき引きの前にハサミでちょっとヒレ取っていきます。ですき引きの邪魔になるヒレをハサミでチョッキチョッキ。はい、じゃあすき引きやっていきます。右から左に皮を上下するような感じで、こうやって入れていきます。大きく上下チュル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 ってなんか難しいな。あれれれれ、こんな感じですね。こうやって入れていって、シャコシャコシャコ、グレート。ミスった。まあこれもご愛嬌です。ここら辺薄いからお腹周りでご愛嬌です。ご愛嬌です。はい、じゃあ残りもやっていきます。よし、これで OK。 はい、じゃあこんな感じでできました。まあ素人にしては上等でしょう。ここはちょっとミスってますが、あとはだいたいうまくいった感じですね。はい、じゃあヒラメを移動して、で残ったとこちょっと金出しでこすります。で反対側の白い方なんですけど、もう金出しでなんとか取っていきます。ほとんどついてない。まあ鱗剥げば問題ないでしょう。よし、これで OK。 そしたらこの巨大なヒラメをまな板の上へ。はい、じゃあ次このでっかい頭を落としていきます。ここのカマのとこ切って、でここ鱗が剥げてるとこずっとカマのとこ包丁入れていきます。返して、で同じようなところで切ります。だいたいここらかな。こちらの軟骨、簡単に包丁が入るんで、ここを落としていきます。よし、 OK。 はい、これで頭が取れました。で結局裏面全然金田足じゃこのサイズ鱗取れてないんで、すき引きやっていきます。もうどんどんすき引きが上達してしまいますわ。はい、というわけで大体鱗取れました。まあところどころ失敗しているように見えるんですが、これは間違いなく失敗です。で尻尾を落として、尻尾だけでもでかいですよ。でこれひっくり返して、5枚おろしにしていきたいと思います。ちょっと今回真ん中の線の上側から包丁をねずーっと入れて、ちょうどここにね骨があるからね、
骨のとこ先に三角形に取らんと。で骨のとここう三角形に取れたら、もうあとは一気に骨の上横に滑らしていくだけ。やっぱ先にあばらは立てないかんね。こってあばら硬すぎるんで包丁で切ります。ハサミで切ります。よいしょ、オッケー。うわ、これ大きいとこんなむずいんですね。なんとか縁側まで行きたいんだけどな。あれ合ってるかな。めちゃくちゃむずいです。ちょっとここ一回落としますね。はい、これででっかい身が取れました。めちゃくちゃでかいし、まあでも成分がちょっと多そうですね。もちっとしてます。はい、じゃあさばくのに反対にして、ここ背骨で三角形になってるので、まずここ斜めに包丁を入れる。ずーっと入れて、で端までしっかりと入れたら、これでねさばく準備は OK です。でも半身下ろしたらあとは簡単ですね。横にスライドするだけです。端まできれいに包丁が入ったら、最後こっち寝かして、で端縁側もきれいに取ってずーっといきます。よーし、オッケー。はい、めちゃくちゃうまいこといった。こっちがパーフェクトで、さばいた身がこんなんですが、ごっつげな身です。ヒラメって結構ね相場いいのに理由があって、取れ身がやっぱ多い。部合がねタイとかと比べていいんですよ。だから相場が良かったりします。はい、じゃあ裏面やっていくんですが、やっぱね骨の真上じゃないとやりにくいんで、骨の真上いきます。よし。ハサミであばら骨を立ちます。最近海苔の片付けしててですね、今コルセット巻いてるんですけど、めちゃくちゃ痛いんですけど、頑張っております。これで端まできれいに包丁が入れば、で同じように縁側の端を切っていきます。 OK。 じゃあ次本気でいきます。さっきまでが本気じゃないみたいなんですけど、さっきまでも本気です。で最後、よいしょ、 OK。 うまくできた。はい、でさばいた、ヒラメがこんな感じ。これ持つんでも大変です。で当然、私が下手くそなんでいっぱい身が残ってるんで、こうやってね中落ち中骨ネギトロを取りましょう。ちなみにネギトロの語源はネギリトルからネギトロなんで、これも間違いなく、ネギトロということですね。でこれだけの身が取れました。醤油をかけていただきます。うまみがすごいけど、やっぱちょっと水っぽいんで脱水シートで脱水します。はい、じゃあ明日はこちらの身を使いますので、まずはこれを半分にカットして、で見てください、この綺麗な断片図を。明日が楽しみです。それじゃあこちらのペチットシートの、マイルドですね。吸収率が弱いやつ、これやったら1日巻いとっても大丈夫なんで、これをね巻いてあげます。それぞれ巻いて、でこちらのタッパーに置いて、でラップをかける。よし、これを冷蔵庫に入れて、1日寝かしておいたら1週間ですね。よいしょ。それじゃあ明日の朝まで、朝じゃないわ、明日の昼までぴょーん。飛べないよ、腰痛だから。はい、というわけで1日経過しました。それじゃあ見ていきましょうはい、というわけでこちらですね。それじゃあ開封していきましょう。ペタリと。で縁側だけねちょっと腹側、取っておきました。でしっかりとプチッとシートで、ほらもうすごいね水気含んでますね。で皮も水気がなくなって、こう身もやっぱ締まってます。これで計1週間経ちました。はい、で今日はこちらの1週間寝かした巨大ヒラメを使って、いつも一緒なんで今日はちょっと変わって刺身と天ぷらとお寿司、これをねやっていきたいと思います。はい、じゃあまず刺身作っていくんですが、身の幅めちゃくちゃ厚いので、いい感じのとこにピューッと線を入れて切れ込みます。切ります。で端の方をシャコシャコと入れて、で端まで、皮までいったらこうやってね皮を剥いでいきます。ちょっと脱水してるとね、なんかなんていうんだろう、皮がこうちょっと引きにくいんですけどいけました。で1週間経ってるやつはですね、薄く切るよりは僕はね平作りでちょっとねもっちり感を持たした方がいいと思います。これも好みですね。これぐらいでいいかな、刺身は。
それと次はこの見事な縁側ですね。やっぱね、縁側ヒラメがでかいだけだとこんな幅がある。指2本。これね、皮も失敗しとるからあんまないと思うんですけど、よし OK で、一口サイズにカッツ。これで OK、 見事。はい、じゃあお皿を用意して、でこちらしそでお刺身並べて、でここもしそ置いて、こちらは縁側ですね。でかでレモンをのせて、でさらにこちらです。こちら視聴者さんがくれたお花ですね。まだまだ元気なんで、やっぱ白にはね紫、これな、この子、よいしょ。この紫を添えてあげる。で僕が一番うまいと思う金久産のわさび、これをここにムリムリっと注げば、はい、こちら1週間熟成浜湯ヒラメ盛り完成です。はい、じゃあ寿司用も次切っておきます。で身用意して、これちょっとこう斜めにして、こうやって大きくね寿司用になるように OK。 よし。はい、で刺身のネタが切れたんですけど、米があと30分で、天ぷらは食べる前に揚げたいので、ちょっとね紹介したいと思います。こちら、昨日ですね必死こいて撮ったエヴァンゲリオン、ラストワンくじですね。こちら紹介していきたいと思います。こうかな。はい、でエヴァンゲリオン、私にわかなんですけれども、にわか紹介終わりました。槍もね逆だったみたいですけれども、僕こっちの方が好きなんで、このまま冷蔵庫の上に飾ります。はい、じゃあ米が炊けたんで寿司をやっていきたいと思います。で今回はですね、こちら、ミノ三年酢というね赤酢をご用意しました。なんか高級なお寿司屋さんで赤酢使いそうじゃないですか。だからこれで、寿司飯作っていきたいと思いますね。はい、じゃあまず赤酢を大さじ1入れます。赤酢大さじ1、それから砂糖小さじ2杯入れます。それから塩少々ですね。これで混ぜ合わせて赤酢のすし酢の完成です。はい、じゃあ米入れていきます。昨日の干し板をまだ引きずってます。米入れようと思ったんです。あれがめっちゃ曇った。めっちゃ曇った。まあこれもまた一興ですよね。この曇ったままの状態でやっていくというのもいいですね。で炊きたての米、あちちちちちちちあちちちちちあちちちちあちちち、赤酢を入れていきましょう。こんな少なくていいんかいと思ったんですけど、米の1合っていうのがそもそも結構少ないのですね。これ入れて、これで本当は内輪等で仰ぎながら混ぜていきます。ただ我が家には内輪がありません。米は切るように混ぜていく。はい、じゃあいい感じに米が混ざりました。一口食べてみましょう。癖があるけど、でも悪くない。僕は好き。ご飯寿司と合うと思う。白身がめっちゃ合うと思います。へらっしゃいというわけで寿司を握っていきたいと思います。用意するものがこんな感じですね。私ど素人なんですけど、手ずと、シャリは右側、お皿はこっちに置いて、ネタでタオルも一応あってもいいですね。でちょん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 と手つけてパンパンパンってなんかパーンって飛ばしてばいいらしいんですけど、普通に塗り込めばいいんですね、こうやって。でここでシャリ玉を作ります。ちょうどいい大きさにして、でネタをこの親指と人差し指に挟んで、人差し指でこうペタリとわさびをつける。でシャリ玉のして、であとはなんか格好を握っとったらいいんですよ。こうやって素人握りなんですけれども、大体の寿司はできました。でこちらお皿の上に並べて OK。 いらっしゃい。何にしましょう。ヒラメで、今ね1週間寝かしたいいヒラメね、赤酢で握ってますんで、はい、小手返ししましょうか。ピシ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 コロンつって。毎回翔太の寿司の話を毎回翔太の寿司といえば翔太の寿司。はい、じゃあお寿司が握れたらこちらも花を添えて、はい、熟成巨大ヒラメの赤酢お寿司完成。はい、じゃあ次天ぷらやっていきます。で天ぷら分はもうね切ってあるんで、こうやって打ち粉していきます。打ち粉することによって魚介類って粉つきにくいじゃないですか。これが粉つきやすくなると。あと水跳ね防止らしい。はい、 OK。 はい、ここで登場浜湯焼き海苔概要欄をこう見てねを1枚取り出して、でちょっと割っていきます。でこちら海苔巻きですね。風味がいいかなって。はい、じゃあ油がぬくもったので、この小種じゃなくて
まあとりあえず細かいことは置いといて、つけて、でシャーッと揚げていきます。 OK。 30秒でレア点だから多分50秒ぐらいでちょうどいい。でこういうこんまいやつはもう揚がった。いい魚、新鮮な魚、めちゃくちゃうまい魚はもう早めでいいんですよ。こうやってで揚がったらバットにのせて OK。 はい、こんな感じでうまそうに揚がりました。でちょっと海苔もあげようかな。セブンとかでね、海苔天みたいなうどん、あれ好きなんですよね。うまくいくか分からんけど揚げてみます。つきそう。離れろ。うわ、ええ感じ、ええ感じ。はい、というわけで海苔天も揚がりましたと。 OK。 はい、それじゃあお皿を用意して、でこちら笹の葉だったかな、ちょっと自信ないけど交互にして、でこちらのヒラメの天ぷらを揚げていきます。一点どこ行こう、でかいよな。はい、じゃあ一つちょっと切ってみます。うわ、おお、まあちょっとレア点ですがめちゃくちゃうまそう。これこちらに飾って、はい、というわけでこちら熟成ヒラメの天ぷら完成。はい、それじゃあ小通り。はい、というわけでこちら浜湯特製1週間寝かしヒラメの定食完成。うまそうな赤シャリのお寿司、それからお刺身で天ぷらで、バラバラですが煮付けです。昨日しておきました。それじゃあ竹を始めようか。何？何でしょう。ああ、ヒラメね。はい、それではいただきます。それじゃあ今日はハイボールタイム。今潮が早いんで、もう今日は午前の片付けでお休み。はい、じゃあ晩酌中の皆様乾杯。最高。はい、じゃあまずはお刺身、まず普通の身から醤油につけていただきます。見事ですね。どんな味だろう。こうくるか。いや、僕がすぐに喋り出さなかったのは、食べた時にほのかな甘みがして、でそれが噛めば噛むほどじんわりとね、甘さとうまさが続くんですよ。で水気も切ってしっかりとした食感もあって、めちゃくちゃうまいですね。上品な、ほんまに上品なうまさ。なんだろう、ヒラメが白身の王者ですね。で次は縁側ですね。これは絶対コリコリしてますよ。うわ、食べた瞬間コリコリ。あ、でも思ったより油少ないですね。2、3キロのヒラメの縁側の方が僕は美味しいと思います。なんだろう、なんでだろう。じゃあ次はお寿司、赤シャリでうまそう。醤油につけていただきます。うまい。赤酢のコクとね、寝かしてるこの柔らかめのヒラメの美味しい甘さとうまいこと絡み合ってね、こんなもん実質あれやんみたいな。で天ぷらですね。カリッカリ、山椒塩につけていただきましょう。じゃあサクッと。これは飛ぶな。やばい。津本さんが多分言ってたと思うんですけど、寝かした魚は火通した時にほんまにうまいみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、マジでうまい。口に入れた時のこの嫌な甘さじゃない、ケーキとかの甘さが嫌とは言わないんですけど、そっち系じゃなくてほんまに食材のうまい。で昨日炊いたこの煮付けですね。うわ、もう味付けはまあいつものように神なんですけれども、まあでも煮付けだったらその取れたてでも寝かしても僕はそこまでわからない。やっぱ味があるから。ただ天ぷらだけはね、本当にめちゃくちゃうまい。うわ、海苔との相性も抜群。刺身もうめえわ。でこういう時にビールもいいけど、まあ焼酎的なね、やっぱさっぱりとしたもんで流し込むもまたいいです。はい、と
というわけで、あとはゆるりと余ったものはもうみんな家族とかもめちゃくちゃあるんで、いろんな人にお裾分けして、ごちそうさまでした。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。たまたま取れた超巨大なヒラメの1週間寝かし。なんかもうほんま今まで食べたヒラメの中で一番うまいなっていう感じが今回僕はしました。やっぱ、で、しっかりとね、後から脱水するのが大事だと思いますね。そうすることで身がキュッとね、締まって、水っぽさがなくなって、ほんまうまか。またお会いしましょう。See you next time! バイバイ